さて、ディアブロ系戦利品を採用した新たなバンサバ系がプレイテスト中とのことで、今回はグラインドサバイバーズの紹介を行います。こちら最近トレンドのレアリティとランダム性能がつく装備を集められるローグライトなハクスラゲーです。倒されても失わず一つの永続強化代わりになっており、理想の性能のものを見つけるゲーム性が加わることで、より深みが増し、ユーザーに面白さを与える仕組みです。繰り返し何度もプレイするバンサバ系ととても相性が良く、ゲーム性がそれだけ上がるため、リリース後に組み入れる作品も出てきています。最近では光栄テクモの無双アビスがありました。あと、バンサバ系で人気上位のディープロックギャラクティックサバイバーが次の大型アップデでギアシステムを組み入れることが決定しています。ローグライトではありませんが、最近はモンハンワイルズが取り入れ、人気を盛り返しています。より何度も遊べ、コアなファン獲得へとつながります。そんな仕組みを取り入れた自作品が今回のグラインドサバイバーズです。グラインドはアクション RPG や MMO でよく用いられる言葉で、ひたすら何度も狩りまくる行為であり、一見ネガティブな言葉です。ただしディアブロ系戦利品導入でアイテムを掘る楽しみが生まれ、それのみに集中できるということで、単調作業こそがむしろ喜ばれます。アクション性が高いハクスラゲを嫌う人はこういう理由からもあります。今作の特徴は何よりもデモ版の時点でのクオリティの高さにあります。この手の作品は個人でのテスト版みたいな形でリリースされるものがそこそこあります。そんな中、グラインドサバイバーズは美術面や UI、エフェクト、操作感、プレイ感触、バランス、すべてにおいて水準以上です。装備は銃だけです。2丁サブマシンガン、ショットガン、リボルバーの3種があります。レアリティはレジェンダリーまでありますが、超特殊な能力がつく形態ではありません。反特殊系がつきます。リロード時間短縮とか、移動速度アップとか、リロール回数追加とかがランダムで付与されます。一番レア度の低いコモン武器ですらランダムの性能が一つつきます。もしかしたらエンドゲームとかで特殊能力付きが出るかもしれません。ゲーム序盤はじっくり鍛えていく系で、そこまでド派手な画にならないのも特徴です。とはいえ成長はそこまでゆっくりでもありません。程よいです。ひたむきに銃でゾンビを撃ち、道中暫定的な能力を得て弾の発射間隔やリロード速度アップなどで攻撃力がどんどん増します。プロモーションムービーでは弾幕減になっていますが、育成がそこそこ進んでからとなりそうです。進行システムとして敵からの銃入手のほか、定番の永続強化用のパッシブツリー、実績達成での報酬、能力アンロック、あとは鍛冶屋があります。4つの銃を組み合わせるとレアリティを1段階上げられます。しかし素材が必要なので気軽には行えません。他に鍛冶屋にはリロールと解体、あとはインプルーブという銃のアップグレードを行います。アップグレードするとプラス1、プラス2と数字が増えていきますが、代わりに運が悪いと壊れることがあります。壊れてしまったらそれ以上強化はできません。このギャンブルシステムが脳汁が出る仕組みの一つです。理想の銃が出来上がるまで何度もグラインドする楽しみが生まれます。他に職業は4枠用意されており、デモ版では1つのみです。難易度は5段階あり、その難易度に応じたレベルの銃がドロップします。レベル1のレジェンダリー銃とレベル2のアンコモンの銃の DPS は同じくらいです。ただレジェンダリーは能力が5つつきます。アンコモンは2つです。ひたすら大量の敵を倒し、銃とキャラを無心に育成したい時に、この作品はうってつけです。ハクスラゲーやバンサバ系が好きな方はチェックしてみてはいかがでしょうか。開発会社は過去作は不明で、パブリッシャーは最近動画にしたルイージ・バンサバ・アスガーズ・フォールを担当されているところです。Steam でプレイテスト中でリリース日は2026年予定となっています。というわけで一体どんなゲームシステムなのか実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。自動的に狙うモードとマニュアル。他の作品ではね、自分で狙うとより強くなるみたいな、そういう設定を設けてる作品もありましたが、とりあえずマニュアルモード。これで遊んでみましょうか。さらに、スタートウェポン。どれを選ぶか。どれも一緒に見えるけど、パラメータが違うのか。DPS が一番高いのが左ですね。つまり一番左がいいんじゃないのか。アタックスピードも高く見えるね。DPS 重視にするか、もしくはね、単発重視にするかでしょうね。一番右の。とりあえず DPS。これでいってみようか。お、なんかゾンビいたにが襲ってきたが、責任始まった？まずはどうするんだ？画面下に説明がありますね。シュート RT。あ、これはまあ、シューティングゲームか。ツインスティックシューターのね。ベイビーステップス1。なんかを5つ集めるかな。コーンウェポン。敵が落とすのかな。まだ全部説明見てないんだけど。LT でおっと、まずはレベルアップ。
4つの中から1つ選ぶようですね。リロールは5回行える。さらになんか下を押すことで、エイミングなんかいっぱいあるね。4つほど。これなんだ？とりあえず一番左は、弾の距離が増えるかな？ 20%。弾薬拡大、ピックアップレンジ増える。弾が増えるが、ダメージが下がる。スピードが増すかな、これ。で、拡散力も増してしまう。あんまりメリットなさそうだけど。ショットガン系になるのかな？一番右は、ライフにピックアップレンジ。とりあえず一番左の弾の距離伸ばしてみよう。さらにそこから、これは多分、はじめ一番上。で、次もう一回取ると、どれか選ぶんじゃないかな。という気がしてるが。とりあえずエイミング。これにしよう。これで、ちょっと伸びたのかな。で、緑色の取らないと、レベル上がんないんでしょうね。で、なんか落ちていた？コレクト、クラフティングリソース。なんか素材取ったっぽいね。で、これが能力。なんだこりゃ。なんか弾が曲がってる？弾に。なんだ。爆破してますね、体が。何起きてるんだ。他に色々押してみよう。これはどっちか。LB ね。狙いながら、かわせますね。で、あそこなんか落ちてるよ。50アッシュ。まずレベルアップ。次はクリティカル系。アタックスピード上げよう。これだな。ラッシュ。取ったよ。ピックアップウェポン。さらにウェポン？いろいろ取ってるね。ウェポンとさっきのなんとかアッシュは別なのか。私のライフは画面左上かな？ハートは4つありますね。他にもいろいろゲージがあるけど、まだ見極めがつかない。LB はどっち？クールタイムあるっぽいね。キャラクターの下の赤いゲージがいっぱいになると使える。結構長いな。で、敵は多少強くなりましたが、これどっか移動した方がいいのかな？同じ場所に留まるよりもね。これぶつかってる、ぶつかるとダメージ受けるタイプだ。結構あっさりだね。でも、クオリティ高いですね、すごく。で、今回拾った武器はこの2つ。最後に鑑定されるのかな？これがハブ的な場所なのかな？で、セレクトディフィカルティ。どれくらいあるんだ？今んとこ5段階か。マップ、デモ版だけど、バイオームはいくつかあるっぽいね。さらに、アーセナル。ここで装備品が変更できるのかな？ショットガン拾ったからね。今度これ使ってみようか。コモン。レアリティもちゃんとついてますね。で、同じサブマシンガンですが、性能が異なります。ショットガンはダメージは高い。DPS は下がる。レンジは伸びるようだね。スプレッド、拡散が上がるか。それはいいんだよね。弾薬は一発ごとにこれ、リロードするのか、これ。リロード時間早くなる。クリティカル高まってノックバックは下がる。レンジは一緒ぐらいか。銃によってパラメータ異なるね、これね。サブマシンガンの一番下、ダッシュディスタンスが伸びるってあるけど、こっちはリロールアマウント、リロール回数がプラス2になってる。特殊能力もついてるんだ、元から。とりあえずレンジ、9% アップかな。これはカテゴリーですね。他に、キャラクター、なんか永続強化できるの？現状1人か。キャラごとに能力がありますと。フォージ、ここで何か達成することでアンロックされる。武器の解体とかできるのかな？プログレッション、永続強化。ここで足を掴んだ、さっきの。とりあえず1ポイント。買ってみた。どれを取るか。ベーターバレット、ダメージが上がる。ドゥームはリロール回数が増えるか。これはアタックスピードアップ。これは良さそうだね。リロードスピード。どっちかだな。ピックアップレンジが増える。これも重要だね。ダッシュクールダウン。じゃあまずは、ショットガンにもね、効く。リロードスピードにしよう。リロールはいつでもできるっぽいね。これはランキングかな？他のプレイヤーと競える。よし。これはとても面白い予感がする。シンプルだしね。で、マップはないの？ 10 分間だね。多分。で、これなんか3つ能力があるっぽいけど。弾は確かに。こんな感じだね。なんか、下にある？左下。移動することで見つかんのかな？で、ここに、一定時間留まることで、リロード速度が上がる。で、ほんと弾が全然まっすぐ飛ばないよ、これ。間違ってる、これ。照準の位置が。なんか落としたよ。ピンクの何か。エネミーズ。なんか、一時的に強くなる連射力だ。これはチャンスだね。レベル上げる。うわー。で、こいつちょっと強いけど、3つのウェポン。アンコモンウェポン。なんか押してる。マグネット。あれ全回収じゃないの。あれは何としても取ろう。うら。よし。この全回収は武器とかもね、拾ってくれるかどうかですけど。で、水色とこの緑色。どっち取るでいいんだろうね。感じ的には、こっちはレア度高そうな印象だけど。アンコモンが緑だからね、武器。で、なんかできたよ。やばいやばい。乗る暇がない。なんだ？
ボスか。なんか出れない。ボスの範囲技かと思いきや。能力発動だ。おら。やばい。おお。なんだ。やばいやばい。誰だろこれ。ライフ残り2。ぶっちゃみたいな出てきたし。能力発動。うわー。まだ無理だな。性能が足りない。しかしいっぱい拾いましたね、今回は。これなんだ？ソウルイーター、シナジー。リワードがいっぱい増えてるけど。インフューズ？何かがアンロックされたっぽいね、機能が。これが道中出てくんのか。多分ね、能力として。アンロックですね。で、武器は、これが強いんだろうね。ショットガンにサブマシンガン。あと、リボルバー。リボルバーの能力。ライフが自動で回復するリジェネレーション。3.4 分で1回復かな。結構長いかもしれませんね。あとはどっち。そしてフォージ、インフューズ、なんか注入できる。まずは一つ目の武器を選んだ後、二つ目で4つ選ぶ同じランクのレアリティ。それら破壊される。そうすることで強化できるのかな？ランクが上がるっぽいね。じゃあなんか上げてみようか、ここら辺。サブマシンガン上げてみるか。どれを元にするかですが、これでいいかな。アッシーズモディファイア。この後、不要品を選択していきます。4つ選んだ。そして、インフューズ。インフューズできた？これは出来上がったらしいよ。元の性能を引き継いでますね。アッシーズモディファイア。で、さらにヘルス、プラス2が追加された。どう合成したら強くなるのか、ちょっとわかりませんね。他には、リフォージ、まだ達成する必要がある。インプルーブに、リサイクル。これ解体っぽいな。ベイビーステップス2を達成すれば、この2つが解放か。ルーンがあるぞ。3つまではめられんのかな？ワンショット。ウェポンマックスアーモーが常に一発になる？デメリットが増えるが、こうすることで、なんか極端な構成が作れるのかな？まだ使い道がわかりませんね、これはね。アチーブメント、これで報酬がもらえる。リソース増えてる。再びサブマシンガン。これを強化してみよう。ダストも使うのか。ちょっとインフューズ。できましたね。威力は相当上がって、ピックアップレンジやら、経験値アップかな。パープル経験値チャンス。あとは、リフォージ機能、アンロックされましたね。武器を選んで、リロールができるんだ。能力の。どこでもできんの？下の数字が最大の可能性かな。だから低い場合は狙いやすいんじゃないの？数値がね。これはもう性能がいいんだ。20%。ほぼマックスじゃないか。リロード時間、リロールやってみようか、これ。いきなりマックスになったんだけど。リロールなのこれ本当に。運が良かった？あとはリサイクル。不要品解体でアッシュにできるのかな？それっぽいね。オートエイムになってるよ。いつまりか。何かをキーにオートエイムになってるっぽいな。今まで実は自分で狙っていたようで、オートエイムは有効になっていた。だから、なんか狙ってる方向とね、弾の発射が一致しなかったのかな。そうなのかもしれない。X だ。X でやめれた。疲れたらオートエイムに任せましょう。あとは敵の攻撃をね、かわすのを優先したい時と。インプルーブ、コラプテッド、ハソウブエグザイルみたいなの出てきた。まず武器を選択して、壊れる可能性があるのかな。インプルーブするとね、改善。で、コラプテッドになってしまうと、もうこれ以上、インプルーブ、もしくはインフューズができない。リフォージもできない。しかし、やるしかない。インプルーブ。はじめは、ノーリスクでいけるんだ。ちょっとやりましょう。これはどう変わるの？この緑の矢印部分がね、上がるんですかね。やってみよう。いけ！超強くなった。もう一回言ってもいいでしょう、これ。行くぞ！ほら！やったー！これ以上はもう足りないからできない。何にせよ。プラス式になるんだね。これは強くなったね。あと新しいルーン。ブレイジング。50% チャンスで燃える？これデメリットあんのかな？弾を撃つとやっぱり、ちょっと移動速度は下がるが、常に撃ち続ける設定は、やっぱデメリットありますね。それ考えるんであれば、マニュアルシュート。自分で狙うのありだね。次は、デーモンロードを倒す。なんか雲みたいなの現れた。やばいやばいやばい。まずはザボ倒さなくては。よし、やったー。さらに、レジェンダリー来た。レジェンダリーウェポン。時間が、これで終わりかな？ 10 分間。やったね。初めて生存。ビクトリー。これで、新たなディフィカルティアンロックされましたね。ランク2ウェポンが出るようになる。ポテンシャルドロップ。ランクっていうのはアイテムレベルか。で、性能見ていきますが、リボルバー、今装備していたのは、これだね。566ダメージ。エピックは、そこまで威力がないね。
まあ、能力はいっぱいついてるけど、4つ。レジェンダリーは威力500か。まあ、これを鍛えれば強くなるのかな。で、能力は5つついてる。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方は、ぜひダウンロードして遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。